はい、皆さん、こんにちは。ときまるです。今日は、ニュースレターでいただいた質問にちょっと答えていきたいと思います。で、結構いいコメントいただいて、で、先週ですね、老いていくことっていうね、ことをテーマについて書いたんですけど、そちらでいただいた質問です。田中さん、おはようございます。田中さん推しの20歳学生です。若いうちからミニマリズムを実践することについてどう思いますか？これですね。若いうちからミニマリズムを実践することについてどう思うか。はい。で、これありがとうございます。田中さんって呼んでくれるの結構珍しくて。で、そのメールマガジンに、ニュースレターに、このように書いてるんですよ。20代は物を持ちすぎていたし、あらゆるものを欲していた。しかし、それが無駄だったとは思わない。逆に20代の頃からミニマリズムやヨガに出会っていたら、今の自分はないだろうと思う。あらゆる物事には寄り戻しや反動がある。増えれば減るし、減れば増える。自然にバランスを取るように世界はできている。バランスが崩れると危険な方向に行ってしまう。こういうふうに書いたんですね。で、多分、こういうふうに、若い頃に出会ってたら、今の僕はないだろうって僕が書いたんで、まあそれに対してね、この方は多分若いうちからミニマリズムについて実践することはどうなのかなってことを多分考えたと思うんですけど、で、20歳ですよね。20歳学生。で、これ結論から言うと、僕自身がその20歳の頃からミニマリズムに出会ってないので、もし出会った場合、どうだったかっていうのは、正直わからないっていうところが本音です。自分が出会ったのは、29とか30ぐらいの年だったんで、だからね、もしその頃に出会ったらって考えることが、ちょっとね、この問いのヒントになるとは思っています。で、やっぱりね、一つあるのは、自分が多分過去にもどういうふうにミニマリズムに出会ったかみたいなことを話してはいるんですけど、やっぱりそのカリフォルニアンミニマリズムっていうか、どちらかというとそのアメリカのミニマリズム的な発想なんですよね、自分の場合は。だからその日本でいうところのその節約でお金がないから生活をミニマルにして生活を楽にしようっていうことではなくて、ある程度ね、だから30ぐらいでもうバンバン稼いで逆に稼ぎすぎてっていうかな。お金はあるし、でも時間がないっていう感じだったんですよ。本当に仕事をしすぎてね。仕事マシーンみたいになっている状況。で、その中で、自分の人生を取り戻すためにミニマリズムを取り入れたっていうふうな経緯なんですよね。で、それは基本的に僕が呼んでるそのアメリカン、カリフォルニアンミニマリズムっていうふうに呼んでるんですけど、東海岸の方にも同じような状況だとは思うんですけど、いわゆるそのアメリカ的なミニマリズムっていうのは本当に基本的に年収が1000万とか1500万以上の人たちが始めたもので、もう明らかに自分の家とか車とかね、持ちすぎていて、で、さらに仕事をして、稼いだ分だけ使うっていう風なライフスタイルを送っている人たち。その人たちが始めたものなんですよね、最初は。だから、例えば年収が1000万あるとしたら1000万、稼いだらもう980万使うみたいな感じ。で、それで、いわゆる消費と生産のサイクルっていうのかな、そこにもう巻き込まれていて、えー稼いでも稼がなくてもいいっていうか、そういうふうな状況になるんですよ。だからもう自分がもうなんかマシンになった感じ。もう本当にラットレースと一緒で、ひたすらこうね、稼いだものを使っていく。で、物を買って増やして、で、それで、それを管理する手間とかが増えて、もうストレスがまた溜まると。で、ストレスが溜まると暴飲暴食して、で、もう、さらにお金を稼がなきゃいけない。自分の生活を維持するためにね。で、またその仕事をするっていう風なサイクル。で、それは、その年収の多い少ないに関係なしにね、よくあることだとは思うんですよね。だから別にその年収は関係なくて、自分がその使った分だけ消費して、で、自分の時間が持てないっていう人って多分たくさんいると思っていて。で、だからそこから入ってるから、20代前半っていうのは多分、仕事を僕はしてなかったんですよ。まだ学生だったから。うん。だからそういう意味で、
その学生の頃からもし出会ってたらね、最初からそのミニマルな生活に入るってことを考えると、やっぱり多分いろんなものを切っていくことになると思うんですよね。どういうふうな文脈でミニマリズムを実践しているかによるんですけども、やっぱり多くの人が、そのやっぱ節約だったりとか、自分の時間を確保するため、あるいは物を持ちたくない、みたいないろんな動機がある中で、やっぱり基本的な概念として、ミニマリズムの概念としては、持つよりも持たない。うん。っていうことなので、より少なくするっていうことなので、例えば、持ち物もそうだけど、人間関係とか、あるいは遊ぶ時間とか、あるいは遊ぶための道具とか、そういうものをね、基本的に減らしていくっていう風な概念があるので、基本原則として。だから、それを、やるってことは、自分のその経験の機会を逃す可能性があるってことなんですよ。だからそれを考えてますね。で、だからもし僕がそこで出会っていたら、多分最初から、最初からこうはならなかっただろうけど、おそらく、結構いろんなものを減らしてたと思うんですよ。で、自分自身はその20代の頃から音楽やってたりとか、あとは、人類学っていう学問をやってたので、フィールドワークでインドネシアのバリに滞在してたりとか、なんかそういうことをずっとごちゃごちゃやってたんですよね。で、そこから写真の業界に入って、ひたすらもうカメラマンとしての活動をして、で、やっぱり仕事だけじゃなくて、その夜終わったらパーティーとかね、やっぱあるわけですよ、いろいろ。で、夜の街にもほぼ毎日のように出かけていたし、だからそういうところで出会った人々とか、出会った経験が結構自分の中の核を作っているってところはあるんですよね。やっぱそこで出会った人たちが、もちろん今もつながってるし、で、ものすごく影響を受けた人たちもいるし、それこそ、やっぱ東京っていう場所もあるんですけど、いわゆるね、その会のトップクラスの人たちが、普通に出会えるわけですよ。出会ってるんですよね、今までね。皆さんが多分ご存知の、テレビとかに出てたりとか、そういういろんなコンテンツを作ってるような、もう著名人的な人たち、あるいはモデルとかセレブリティとかの人たちともたくさん出会っていて、で、それは、自分がやっぱ行動したからだと思うんですよね。行動してるから。だからそういうこう持ち物とか、なんか、お金のこととか全く考えずに、ただ自分の興味の赴くままに動いてきたんですよ。その20代があったから、その反動としてっていうのかな。なんかそこからこうだんだん降りていくみたいなところに入ってきたところにミニマリズムとヨーガが合致したっていう風なイメージです。だからちょっとヨガと分けて考えるとね、まだちょっとヨガは置いといて、ミニマリズムのことだけで話をすると、そのように、もし出会っていたら、その自分のその経験の機会を逃していたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だからこういうふうに何かいろいろこれまでの過去の経験から話したりとか、あるいは、今写真集とかもね、作ったりしてるんですけど、あと文章を書いてるとか、なんかそういうことも、もしかしたらそういう自分のクリエイティブの種みたいなものが、もしかしたら作られていないのかもしれないなっていうことを思ったりね。でもそれは本当に人の状況によるので、わからないと思います。だからうまく適用して、それでミニマリズムを使いながら、逆にね、こうやっていく人も多分いると思うんですよね。特にその節約の文脈とかでいくと、やっぱりそのファイヤーとかありますよね、今ね。だからそういうふうな20代の頃から、その投資っていうのはやっぱり長くやればやるほど、長い期間で運用していった方が有利なんで、その頃からミニマリズムを自分の経済面に適用して、でやっていって、お金を貯めていって、仕事を辞めるとかね。そういうこともできたりもする。だからいろんな、今多分身の振り方があるので、余計にその迷うと思うんですけど、ただ一つ考えなければならないファクターは、もう一つは、やっぱり20代の頃の方が若くてパワーがあるっていうことなんですよ。で、これは、性欲に突き動かされてるってところはあると思う。これ特に男子ね。やっぱ性欲っていうのはいろんなものを、人生を突き動かすエネルギーになってるんですよね。で、それはもう20代、本当にこう若い頃の方が明らかに強いので、それによって、自分のそのね、なんかこうやりたいこととか成し遂げたいことみたいなもののエネルギーが、こうどんどん引っ張られていくところがあるんですよね。だから、そこをミニマリズムっていうのは、結構切っちゃうっていうのかな。なんかこう、
そのパワーを弱めちゃうっていうところもまああるんですよ。20代の頃に、出会っていると、まあ本当にどういうふうに自分がなってるかはわからないんだけど、その減らしすぎる方向に行くと、やっぱ自分の経験とかね、そういうものを失う可能性もあるっていうことに、気をつけた方がいいかなとは思いますね。僕自身はミニマリズムがここまで来るのにものすごく役に立っているんですけど、だからそういうことをシェアしているんですけど、まあいろんなものがまあ合理化されますよね。まあ自分のフィルターを通してものを選ぶようになって、で、クリエイティブのプロセスだったりとか、あと経済、収入のシステムとか、そういうのも全て合理化されて、ものすごくいい状態になるんですけど、まあミニマリズムの大きな欠点というのは自分のナルシシズムを強調するっていう点にあると思います。で、これはやはりそのね、いろんなものをこう排除していく。で、捨てていく。で、自分だけのこう、価値観とかが固まって強くなればなるほど、自分のその欠点みたいなものが、こう、なんていうかな、周りに融和されない。で、自分の中に固まっていくんですよ。それは自分のナルシシズムの強調。うん。になるんですよね。だからそれが一つの欠点になると思っていて、だからつまり、まあ自分の人生をコントロールできているから、誰の助けもいらないっていうふうになってしまうんですよ。極論を言うとね、これね。だから自分の、そうだね、ことだけを考えているっていうのかな。まあ自己中心的であるし、ナルシシズムを強調するっていうのが、ミニマリズムの危険なところです。危険な側面です。だから入り込みすぎると本当に誰の助けもいりませんっていうふうに、もう私は一人で生きていきますっていう感じになるんで、そうなってくるとね、結構ね、限界があるってことですね。やっぱり人間っていうのは集団でこれまで、何万年生きてきた動物ですので、やっぱり本能的に、やっぱりそのいろんなね、人とのコミュニティっていうのかな、集団で生活するっていうのが、やっぱ大事というかね、そこで、こう精神の安定が得られたりとか、経済的基盤が得られたりとかっていうのがあるので、まあもちろんその現代のテクノロジーを使って一人で生きていくみたいな方法はあるんですけど、それがそれに身体が追いついていないっていうところ、が一つあると思います。だからそういうとこもいろいろ考えながら、まあ簡単に言うと、やっぱりバランスを大事にした方がいいっていうところです。もし使うにしても。うん。だから、でも本当に羨ましいと思いますよ。その20代で出会ってミニマリズムとかヨガにね。で、のめり込めてる人は、素晴らしいなと思いますね。で、そこからどうなっていくかは、まあ自分がそれを体験してないので、本当にわからないので、ぜひね、見てみたいと思っているし、で、結構、まあ僕も割と見てます。そういうこう20代の方々の、発信とかも見てるし。で、まあ僕がまあそのヨガの側面で言うと、多分ヨガに出会っていたら、多分もうインド行ってたでしょうね。20代で出会ってたら多分そこでアシュタンガを極めたいって多分なってるんで、で、アシュタンガを極めるには、もう基本的にインドに行くしかないので、インドの総本山で学ばないと、サーティファイドされたティーチャーになることはできないので、だから多分もう行ってるでしょうね。まあでもそれはやっぱりその20代のエネルギーっていうものがあるからこそできることだろうし、もちろん年齢は全くヨガには関係はないんですけど、やっぱりまあ物理的にっていうかね、まずインドまで飛んで、そこからね、バンガロールっていう空港にまた飛んで、そこからさらにマイソールっていう街までなんかバスとかでものすごい時間かけて行ってね。で、そこで冬の期間1ヶ月2ヶ月を滞在してね、衣食住を共にしながらずっとヨガやってるっていう。これがね、まあもちろん今からでも僕はやりたいと思ってますよ。ただ、やっぱり20代の方がそれはパンっていけますよね。まあ僕20代の頃はもう毎年のように、海外飛んでたんで、まあインドネシアでしたけどね。ほとんどアジア圏でしたけど、やっぱりそういうふうにエネルギーというか、あるんですよね。忙しくても、金がなくても、なんとかその体力があるから、体力と精神力でも持っていけるところがあるんですよ。だからそこをね、なんかミニマリズムでなんかいろいろ物を手放して、自分の行動力とかを使わないのは、やっぱもったいない気がするんですよね。だからまあそういう意味で、まあ僕自身はそういうふうな感じでやってきたってことです、これまで。はい。だから30代、まあ20代がものすごく自分の実験的な、衝動に突き動かされた、本当にこうエネルギーの中でのもう試行錯誤。で、もう物を増やすも減るも関係なしにごちゃ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 やってきたと。で、30ぐらいを節目にちょうどね、そういうものと出会って、
そこからもう減らし始めて、で、今こういうふうにもう頭おかしくなってるって感じです。はい。まあそういうところですね。はい。今日はそんな感じです。またちょっと抽象的な部分あったと思うんですけど、結構いろいろ考えさせられた質問、コメントでした。ありがとうございます。で、週に1回ね、ニュースレター配信していて、質問とかもう募集しています。なので、そちらもぜひ、登録していただけると嬉しいです。この番組のチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の放送で。バイバイ。